ある女性が夢を見た。見知らぬ車椅子のおばあさんが悲しい表情を浮かべてこう言った。あなたか弟が28日火曜日に死ぬから絶対に病院に行かないでほしい。未来が見える子が言った。10月28日に何かあるとママが聞いたら、九州の海で地震、海の方、竜の口の中。また別の子はこう言った。みんなが言ってる竜の顔って反対なんだって。竜の口の先で爆発するのドカンってわからないけど、今年のクリスマスより前に揺れてみんな九州から逃げてた。竜の顔はどこ？と聞いたら九州の錦江湾を指さした。世界はもう一度目覚めの時を迎えようとしている。昭和の戦火の中で生まれ74年を超え今なお警鐘を鳴らす一冊の書。それが神の声を筆に宿したとされる筆記真嗣である。その文には天と地の揺らぎ、火と水の選別、そして旧暦9月8日という謎の刻が記されていた。それは単なる日付ではない。人の心が試され魂がふるいにかけられる境界の日なのだ。2025年、異常気象が列島を焼き、海と大地がうなりを上げた。偶然か、それとも予言の成就か。今、神と獣、人と神話、科学と霊の世界が交差しようとしている。恐れるな、磨け、整えよ。筆記真嗣が告げる掃除とは、終わりの予告ではなく、再生の始まりなのだから。そして、9月8日の扉が開かれるその時、選ばれるのは、あなたの心、そのものだ。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。筆記真嗣に刻まれた旧暦9月8日の謎。筆記真嗣にはいくつもの日付が散りばめられている。その中でも特に多くの研究者を引きつけてきたのが旧9月8日までにきれいに掃除しておけよという言葉である。単なる比喩とも取れるが、同書の他の箇所と照らし合わせると明らかに時の節目を意味しているとわかる。この掃除とは物理的な清掃ではなく、人の心と魂の浄化、つまり人類全体の価値観の転換を促しているのではないかと考えられている。松の牧三条には神晴れしく人民静かにせよという一文がある。これは天変地異の前触れとしての継承と読むこともでき、天と地が声を発するという表現は地鳴りや異常気象、さらには地震や火山活動を示している可能性がある。岡本天明が自動書記によって記したこの神事は、単なる宗教的な比喩ではなく、実際の自然現象を象徴的に描いた予告とも解釈されている。さらに、夜明けの巻第三条では、人民の邪気が天にも地にも懲りて、わけのわからん主はクゾという不可解な一文が現れる。現代の我々は、これを感染症の拡大や環境破壊の象徴と捉える。実際、コロナ禍以降、地球規模の疫病が人々の生活を一変させ、科学が万能であるという信仰さえ由来だ。つまり、神事が示す虫は、目に見えぬ恐怖、ウイルスという現代の災いそのものだったのかもしれない。旧暦9月8日という日付は、単なる時間の目印ではなく、霊的な境界線でもあると解釈できる。この日を境に、神と獣、人間の選別が始まるとされているのだ。祭りの巻三条に記された、旧9月8日からの誓いの言葉知らすぞ、という文言は、その開始の合図を意味しているのではないだろうか。神々への誓いを新たにし、己の魂の位置を定める儀式、それが人類の新たなステージの幕開けを告げているように感じられる。また、旧9月8日で一切りじゃという記述も存在する。これは一切り、つまり一つの時代の終焉と読み取ることができる。戦後から続く人類の繁栄期が終わり、次なる混沌と再生の時代へと移行する。8分通りは落第じゃぞという厳しい表現は、人類の多くが、この転換に対応できないまま淘汰されることを示しているのかもしれない。現代の科学者や宗教学者の中には、これを単なる予言と片付けず、社会的継承として捉えるものも多い。気候変動、地震活動、そして人間関係の分断。それらすべてが大選択という言葉に凝縮されている。筆記真嗣の根底にあるのは、恐怖の予言ではなく、人間に対する最終的な問いかけなのだ。私たちは果たして、自らの行動と心の在り方を正すことができるのか。旧暦9月8日という日は、単なる暦の一点ではなく、精神的なターニングポイントとして存在しているのである。2025年の異常気象と、筆記真嗣の符号。2025年の夏、日本列島を襲った異常気象は、気象庁の記録にも前例のないほどの最悪として残された。
平均気温は平年より2度以上も高く、各地で観測史上最悪の猛暑日が連続した。さらに追い打ちをかけるように台風15号が上陸し、九州から東海にかけて列島を縦断。河川の氾濫、土砂崩れ、竜巻までが同時発生するという、かつてない規模の複合災害となった。これを、偶然の自然現象と片付けることはたやすい。だが筆記神事を読み解いた者たちは、そこに一つの不気味な符号を見出している。その鍵となるのが、火と水で選択するぞという一節だ。火とは猛暑と乾燥、そして人間の欲望、水とは豪雨や洪水、そして感情の本流を指しているのではないかとされている。火と水という相反する二つの力が同時に暴れ出すとき、人間社会の均衡は崩れ、天と地の秩序が揺らぐというのである。この文言が記されたのは戦時中の1944年。だが、その70年以上後、現代の日本が、まさにその状況に直面しているのは皮肉というほかない。特に注目されるのが、富士山に関する記述である。富士がいよいよ動くぞとの一文は、長年、噴火を休止してきた富士山の活動再開を示唆していると解釈されてきた。実際、2025年の夏には、富士の北麓で地下水位が異常に低下し、地鳴りのような音を聞いたという報告が相次いだ。専門家の中には、地殻変動の兆候ではないかと分析する者もおり、杵築神事の言葉が現実味を帯びてきたと囁かれている。だが、単なる地質学的現象を超えて、ここに込められているのは、人心の揺らぎであるとする説もある。火と水は、怒りと涙、対立と調和の象徴。人々が互いに憎しみを募らせ、社会が分断されるほど、地もまた不安定になる。天変地異は人の心の写し鏡であり、神事の人民降らすのだぞという言葉は、まさにこの因果を指摘している。自然災害は天罰ではなく、人間の営みが引き起こす必然の結果なのだ。筆記神事を予言書としてだけでなく、鏡として読むものが増えている理由もそこにある。現代社会の不調は、経済格差、SNS 上の分断、そして環境の破壊。それらすべてが神事に記された警告と重なり合う。岡本天明が筆を走らせたあの時代、日本もまた戦争という極限の混乱の中にあった。だが、彼が見ていたのは戦争そのものではなく、戦の根にある人間の闇だったのかもしれない。富士の動き、南海トラフの震源域、地磁気の変動。これらが連鎖する可能性は、科学的にも否定できない。だが、神事の本質は災害の余地ではなく、変化への覚悟にある。火と水で選択するという言葉は、環境と精神、破壊と再生のいずれを選ぶかという、人類全体への問いだ。最悪を恐れるだけではなく、それを通じて何を学び、どう生きるか。そこにこの予言書の真価がある。そして、もし旧暦9月8日という節目が再び訪れるとき、それは単なる日付の再現ではない。私たちの意識が試される時なのである。天と地、神と人、理性と感情、そのすべてが交錯する中で、どのように選択するかが、未来の形を決める。筆記神事が語り続けるのは、恐怖ではなく、気づきへの道。旧暦9月8日の予言とは、滅びの宣告ではなく、再生への約束なのかもしれない。神の選別と人間の二極化。筆記神事には、人間を神の人と獣の人に分けるという衝撃的な言葉がある。神の人とは、感謝と調和を重んじ、自然と共に生きようとする者。獣の人とは、欲望と利己心に支配され、他者を押しのけてでも自分の利益を優先するものだ。神事は、この二つのあり方の間に立つ人間たちが、やがてどちらかを選ばなければならない時代が来ると語っている。この選別の概念は、宗教的な裁きというより、精神的な淘汰のように読み取れる。例えば、SNS や現代の情報社会を見れば、人の心のあり方がいかに分断されているかがわかる。誰かを攻撃し、あざけり、他者の不幸を楽しむ心。それはまさに、獣の人の振る舞いに他ならない。一方で、他者を思いやり、見えない場所で助け合おうとする人もいる。現代の世界は、表面的には平等に見えても、その精神の差が日に日に広がっている。神事が書かれた当時、人類は戦争という極限状態にあった。しかし今は、情報という目に見えない戦場で同じ構図が繰り返されている。善と悪、光と闇。どちらを選ぶかは、誰かに命じられるものではなく、自らの心が決める。神事の言葉を信じるかどうかは自由だが、もしその本質を理解すれば、これは宗教ではなく、生き方の指針であると気づくだろう。神の道も変わるぞ。心の置きどころも変わるぞ。この一文は、今まさに我々が直面している時代の変化を言い当てている。科学技術が進み、
人工知能が人間を超えようとしている今、何をもって人間らしさとするのかが問われている。神事の言う心の起所とは、人間が本来持つ良心、つまり他者や自然への敬意のことだ。もしそれを忘れれば、人間は便利さと引き換えに魂を失い、獣の道へと落ちていく。筆記神事はまた、神の道を作り変えると述べている。これは、古い価値観を破壊し、新しい倫理や精神の形を再構築するという意味でもある。戦争も災害も、ただの破壊ではない。それは次の文明を生み出すための必然的な過程なのだ。神事が語る建て替えとは、終わりではなく始まりである。人間社会が一旦崩れ、新しい秩序が築かれる。それが第七の建て替え、すなわち人類史の最終段階とされている。もし、この言葉が真実ならば、今という時代はその序章にあたる。災害、戦争、経済不安、そして人の心の荒廃。これらすべてが、新たな秩序を生むための揺り戻しなのかもしれない。だが、その変化を恐れるのではなく、受け入れる覚悟こそが求められている。筆記神事の語る神の人とは、恐怖の中でも希望を見出すもの、混乱の中で調和を作るものを指している。未来を決めるのは予言ではなく、人の行動だ。神事はそれを鏡のように映し出している。善悪の選択は、誰も代わりにしてくれない。今この瞬間の言葉と行動が、あなたを神の人にも獣の人にも変える。筆記神事が70年以上も語り継がれている理由は、そこに人間の心の方程式が書かれているからなのだ。予言は終末を告げるものではなく、人間の覚醒を促す手紙。神事を読むとは、自分自身の魂を除くことにたならない。夢が告げる旧暦9月8日の前兆。予言や啓示という言葉は、しばしば神秘的な響きを伴う。しかし、それらが現実の人の夢や直感を通して語られるとき、単なる物語ではなく、何か深い意識の層からの警告として響くことがある。最近、複数の人々が不思議な夢を見たという報告が相次いでいる。その夢に共通して現れるのは、日付、そして九州の海での出来事だった。ある女性は夢の中で、車椅子に座った見知らぬ老女と出会ったという。老女は静かな声で、私か弟が28日火曜日に死ぬから、病院に行かないでほしい、と言い残したそうだ。その夢は、ただの幻想としてはあまりに鮮明で、女性は目覚めた後に日付を確認した。すると、2025年の10月28日は確かに火曜日だったのだ。偶然と片付けるには、あまりにも具体的だった。また、未来を感じ取るという子供が、同じ日に関する言葉を残している。10月28日に何かある、と聞かれたその子は、九州の海、竜の口の中で地震と答えたという。さらに別の子は、みんなが言ってる竜の顔は反対なんだよ。竜の口の先で爆発するの。ドカンテと語った。その子が指さしたのは、鹿児島の錦江湾、火山と海が交わる場所だった。不思議なのは、この日付が旧暦でまさに9月8日にあたるということだ。筆記神事が繰り返し強調した、旧9月8日までに掃除をせよという言葉。その日付に来たりと重なるように、人々の潜在意識が何かを感じ取っているかのようだ。偶然の一致か、それとも無意識の共鳴か。夢という形で届く警告は、現実の裏側にある、もう一つの世界のささやきのようにも思える。夢は心の投影であり、個人の不安や記憶を映す鏡だと言われる。だが、歴史を振り返れば、予知夢として未来を示した例は決して少なくない。災害の前には、動物や子供たちが異変を察知することもある。また、近年ではこんな説が有力視されている。お告げや信託は、未来人や未来の自分からのメッセージではないか、というのである。3度の臨死体験を経験したコメットハンターの木内鶴彦さんは、臨死体験中に声が届いた相手が出口直さんだった、と語っている。また、スピリチュアル界で有名な宇宙存在のバシャールも、ダリル・アンカ氏の数千年後の子孫だと明かしたという。科学では説明できない、その直感の領域に、筆記神事の御霊磨けよという言葉が重なる。心を澄ませ、魂を磨くこと、それが見えぬ未来の波を感じ取る、感性を呼び覚ますのかもしれない。九州は火と水が交わる地、圧蒼、桜と霧島、そして錦江湾。古くから龍神信仰が息づく場所でもある。龍は水の象徴であり、同時に火をも吐く存在、つまり破壊と再生の象徴でもある。もしこの夢の中の龍の口が錦江湾を指すのだとすれば、火山活動と地殻のうねりが新しい時代の態度として現れる可能性も否定できない。だが、神事の本意は恐怖を煽ることではない。掃除せよとは、
心の整理と浄化を意味する。恐れではなく備えを持て。混乱ではなく祈りを持て。夢に現れた老女も、もしかすると、未来から危険を告げようとした女性本人なのかもしれない。未来の明暗を分ける分岐点となる10月28日の行動をどうにか止めたいという切実なメッセージだったのかもしれない。もし10月28日が何事もなく過ぎ去るとしても、それはむしろ喜ぶべきことだ。大難を小難に、小難を無難に変えるのは我々一人一人の心の在り方にたならない。夢は未来を変えるための継承として現れる。だからこそ恐れるのではなく、意識を変え、自らの力で考え、そして備える。その意識こそが神事の言う神の人への第一歩なのだ。天地の転換と太陽フレア。筆記神事には、天地ひねるぞ、世界一度ゆするの座ぞという一文がある。これは地震や天変地異を連想させるだけでなく、地球規模での磁場の逆転、すなわちポールシフトや太陽フレアを示唆しているのではないかと解釈されてきた。地球の N 極と S 極が入れ替わる現象は過去にも数十万年周期で繰り返されてきたとされる。だがこの変化が次に訪れれば、私たちが知る文明の形が根底から揺らぐ可能性がある。神事に記された地球の軸動くぞ、天地ひっくり返るような大騒動ができるからどう書きつけてのとの言葉は、地球の磁場の変動を象徴するとも読める。また過去にはこんな予言もある。ポーランドの預言者ウラジスロウ・ビエルナッキは第三次世界大戦の様子を克明に予言しているが、その中にはこんな一節がある。私はその時世界中で観測される40秒の閃光を見た。地球の軌道は3昼夜にわたり揺れ動き、引力のバランスが崩壊、人々は立っていられず座り込むことしかできなかった。この異常現象はもはや科学では説明がつかない神の力とされ、各地で未曾有の落雷や巨大地震が発生。稲妻は空を走り続け、窓ガラスを貫通して家屋の内部にまで達し、人を傷つけるという光景を目撃した。火山もまた同時多発的に噴火し、黒煙が空を覆い、日光を完全に遮断した。動物たちは錯乱し、鳥は空に飛ばず、犬は遠吠えを続け、人間だけでなく全ての生き物が異常な事態を感じ取っていた。世界中が恐怖に包まれる中、人々はこれを世界の終わりだと思った。携帯電話やテレビなどの通信機器も全て沈黙し、誰もが孤立し、目に見えない不安と対峙するしかない。やがて全ての光が消え、完全な暗黒の3日間が到来する。人々は恐怖と絶望のあまり命を落とし、一部の者たちは神に祈る以外になすすべがない。ロザリオの祈りを唱え、祝福されたろうそくの火だけが暗闇を照らすとされ、それ以外の光源は全て機能を失う。この3日間、地球上のあらゆる悪が生産されるとされ、神の怒りによって邪悪なものは全て取り除かれると予言は告げている。あまりにリアルな描写だが、筆記神事と酷似した何かを感じた人もいるのではないだろうか。単なる予言だと馬鹿にするかもしれない。だが現に現代の観測では過去180年で磁場の強さが 10% 以上も低下している。科学者たちはこれを自然なサイクルの一部と説明するが、神事の視点から見れば地球そのものが新たな位相へと移行しつつある印ではないか。また筆記神事で語られる天地のひねりは単なる物理的な転換にとどまらず、人間の意識の転換をも意味している。上と下、善と悪、光と闇、すべてが反転し、隠されていた真実があらわになるとき、神事が語る建て替えとはまさにその瞬間を指している。つまり世界が終わるのではなく、これまでの価値観が終わるのである。人々が積み重ねてきた信仰、科学、経済、そして日常生活、そのすべてが問い直される時が来る。筆記神事が神の道も変わるぞと記したのは、これまで信じられてきた神観や宗教観さえ変化するという暗示かもしれない。従来のように神を外側に求めるのではなく、人間一人一人の心の中に神を見出す時代、それが次に訪れる弥勒の世への入り口とされている。また天地の入れ替わりは時間の感覚にも影響を与えると言われる。過去と未来の境が曖昧になり、夢や予感として未来の断片を垣間見る人が増えるという説もある。まさに冒頭で語られた夢や直感がその前兆なのかもしれない。つまり地球が変わりつつあるということは、人間の意識そのものが新たな次元に移行しているということだ。神事は世界一度ゆするの座ぞと言い、同時に神は脅すのではないぞ、迫れているぞと続けている。恐怖ではなく覚悟、混乱ではなく需要、それが
次の時代を生き抜くための心構えである。天地が揺れようとも、心の軸を持つ者は倒れない。逆に、恐怖にとらわれ、他者を責める者ほど不安に飲み込まれてしまう。地球の磁場が反転するように、人間の精神世界も、今まさに反転の時を迎えているのだ。五木真嗣は、こうした変化を7度目の建て替えと呼ぶ。6度目までは表面的なものであり、本当の変革には至らなかった。しかし、7度目は根本からの変化であり、霊界、物質界、意識界が全て一つに統合されるという。これが三千世界の大峠、宇宙規模の再構築の時代である。地震や異常気象といった現象は、その入り口に過ぎない。真に起こるのは、人間の意識の太陽フレア、自己中心の世界観から、共生と循環の世界観へ、外の混乱を恐れるより、内なる変化を整えることこそが最大の備えとなる。天地の転換が起きるとき、何を選び、どう生きるか。それこそが真理の革新なのである。三千世界の大峠と魅力の世の仕組み。五木真嗣の革新にあるのは三千世界の大峠という概念である。これは、単なる比喩ではなく、宇宙規模での再構築を示す言葉だとされている。三千世界とは、地上界、霊界、そして精神界を含むすべての存在の相対を意味し、そのすべてが大きく転換する時を大峠と呼ぶ。つまり、人類史の一段階が終わり、新しい次元の文明が始まる節目なのだ。真嗣では、これまでの6度の建て替えは表面的なものであり、7度目こそが本当の建て替えであると告げている。6度目までの建て替えとは、歴史上繰り返されてきた戦争や文明の攻防を指しているのかもしれない。だが、7度目の建て替えは、単なる社会の崩壊ではなく、人間そのものの覚醒と再生を伴う。つまり、外の世界が変わる前に、まず人の内側が変わらなければならないということだ。この世始まって二度とない苦労と真嗣は語る。その苦労とは、天災や飢饉といった外的苦しみではなく、価値観が反転し、信じてきたものが崩れる、内的苦悩を意味している。古い時代の常識や制度が崩壊することで、人々は何を信じ、どう生きるのかを問われる。だからこそ五木真嗣は、恐れるな、心を磨けと繰り返すのだ。この建て替えの先に現れるのが、弥勒の世である。弥勒とは、仏教における未来仏であり、人類を救済する存在として知られている。真嗣によれば、弥勒の世とは1万年続く平和の時代であり、争いや貧困、病がほとんど存在しない理想の時代とされている。だがそこへ至るには、個人の心の変革が不可欠である。五木真嗣の中で、弥勒の世は神と獣の分かれ目とされているのは、単なる道徳的教えではなく、人間の精神進化を意味する。人は感情と理性、恐れと希望の狭間で、常に揺れ動く存在だが、その中で、どちらを選ぶかが、弥勒の世に入る鍵となる。感謝と調和を選ぶ者は神の側に立ち、怒りと執着を選ぶ者は獣の側に沈む。さらに真嗣は、数字の暗号を用いてこの構造を示している。369、666、567といった数字には、宇宙の秩序を象徴する意味が込められているという。369は、ニコラ・テスラも宇宙を理解する鍵と語った数字であり、神の調和の数とも呼ばれる。一方、666は聖書で獣の数字とされ、欲望と支配の象徴。五木真嗣は、この2つの数字の間に人間が立たされていることを示している。つまり、神の理と獣の欲、そのどちらの波長に同調するかで、次の時代に進む扉が開かれる。弥勒の世では、外側の宗教は不要になると真嗣は説く。なぜなら、人間一人一人が神の分身として生きるようになるからだ。信仰とは崇拝ではなく、感謝と行動そのものになる。自然との調和、他者との共生、そして自分の内なる神聖への気づき。これらが弥勒の世を築く柱となる。そして、令和の時代がその序章にあたると真嗣は暗示している。昭和を3、平成を4、令和を5とするならば、美神を続いて5となるとき、いよいよ弥勒の世が始まるとの記述がある。つまり今こそ、真嗣が予告した新しい時代の入り口に、私たちは立っているということだ。三千世界の大峠は、破壊の終わりではなく再生の始まり。嵐の後に青空が広がるように、痛みを経てこそ人類は新しい光を見る。その時、恐怖にとらわれるか、希望を信じて進むかで、見る世界は全く異なる。五木真嗣が伝えたのは、破滅の予言ではなく、目覚めの宣言だったのだ。真嗣が示す掃除とは何か、人類への最終通告。五木真嗣が繰り返し訴える言葉の一つに、掃除せよというものがある。戦時中に書かれた文書にしては、あまりに柔らかく、
そして深い響きを持つこの表現は、単なる比喩ではない、物質的な掃除ではなく、精神の整理、価値観のリセット、そして魂の浄化を意味しているとされる。旧暦9月8日までに掃除せよという言葉は、時間の制限ではなく、意識の期限を示している。つまり、神事が示す最後のチャンスとは、人間が自らの心の汚れを落とし、再び光に変えるための猶予期間なのだ。現代社会は情報で満ち溢れ、過去と未来、真実と虚構が入り乱れている。人々は日々、目に見えない不安や怒りを抱え、互いにぶつかり合っている。だが、神事の言う掃除とは、その外側の混乱を鎮めるために、まず自分の内側を整えることにある。怒りや嫉妬、絶望といった感情を抱えたままでは、いかなる変革の時代にも光を見ることはできない。掃除とは、意識の浄化であり、感謝の回復である。神事が、御霊磨けよというのは、清らかな魂こそが天と地をつなぐ鍵になるからだ。心が澄めば、自然と周囲の人々との調和が生まれる。その輪が広がることで、社会全体の波動が変わる。つまり世界を変える力は、外側の権力でも科学技術でもなく、個人の心の質にあるということだ。神事はまた、神は脅すのではないぞ、迫れているぞと語る。これは、滅びを予告するためではなく、今の生き方を見直すための最終通告である。人類が抱える問題の多くは、自然や他者との分断から生まれている。環境破壊、戦争、経済格差、そして孤独、すべては自分と世界を切り離してしまった結果だ。掃除とは、再びつながるための儀式でもある。具体的には、感謝を取り戻すこと、家族や仲間、食べ物、水、空気といった日常の奇跡に気づくこと、小さな感謝の積み重ねが、やがて大きな祈りとなり、世界を癒す力となる。神事の言う掃除とは、恐怖に支配された心を希望へと変換する行為なのだ。さらに、深い意味では、掃除とは選別でもある。自らの心を整えられる者だけが、新しい時代に進むことができる。混乱や欲望の渦の中に止まる者は、古い時代の波に飲み込まれていく。だからこそ火付き神事は繰り返し、御霊磨けと促す。それは神が与える罰ではなく、人間が自ら選ぶ道。今、世界はかつてない速さで変化している。AI、気候変動、価値観の多様化、どれもが古い秩序を壊し、新しい形を模索している。その中で問われるのは、技術でも富でもなく、心の在り方だ。火付き神事が語った掃除とは、まさに、この変化の波を乗り越えるための、精神的サバイバル術なのである。掃除を終えた者は、心の中に静寂を見つける。その静寂こそが、神とつながる入り口であり、弥勒の世を迎える準備である。だから今、私たちがすべきことは、恐れることではない。祈り、感謝し、整えること。世界がどんな嵐に包まれようとも、澄んだ心を持つ者だけが、その中心で光を見ることができる。三千世界を超えて、今を生きる私たちへ、火付き神事が語る未来は、恐怖や滅びを描いた黙示録ではない。それはむしろ、暗闇の中に潜む光への道しるべだった。人間が本来持つ神性を取り戻し、再び、自然と共に生きる時代へと戻るための設計図。70年以上前に記されたその言葉が、今この瞬間に再び息を吹き返しているのは偶然ではない。2025年10月28日、旧暦9月8日という節目に、世界のどこかで何かが起きるかもしれない。だが、それが天変地異であれ、人間の覚醒であれ、最も大切なのはどんな出来事が起きるか、ではなく、その時自分がどんな心でいるかだ。災いを恐れて身を縮めるのではなく、備えを整え、心を磨く。その積み重ねが未来を変える力になる。神事が繰り返し伝える大選択とは、天の起こりではなく、地上に生きる人間たちの魂のリセットである。汚れを落とし、歪みを正し、再び調和の音を響かせる。それは、一人一人の行いから始まる小さな涙が、やがて大きなうねりとなって、世界を包み込む。神事の言葉を信じるかどうかは自由だ。しかし、その中に込められた、人としてどう生きるかという問いかけは、誰にとっても避けて通れない。そして今こそ、私たちが試されている。情報の渦、価値観の分断、争いと不信の時代の中で、どのように心を保つのか。神事はその答えを明確に示している。感謝、誠は、この3つの言葉が、弥勒の世を生きるための鍵である。感謝は恐れを和らげ、誠は人を結び、和は世界を癒す。未来の出来事を恐れるより、今をどう生きるかに意識を向けよう。掃除とは、恐怖を希望に変えること。弥勒の世とは、
誰かが与える楽園ではなく、私たちが心で作る世界なのだ。たとえ嵐が訪れようとも、光を信じて歩む人々がいれば、世界は再び輝きを取り戻す。五木真嗣が残した言葉の最後には、日本晴れとはそのことだぞとある。日本晴れとは、空が澄み渡り、心が曇りのない状態を意味する。混乱の時代を抜けた先に待つのは、絶望ではなく生命の世界。三千世界の大峠を越えたその先には、きっと新しい光が差しているだろう。だからこそ今、私たちは恐れではなく、希望を語ろう。批判ではなく、感謝を伝えよう。争いではなく、共に祈ろう。その一つ一つの行為が、未来を変える力になる。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。コメントもぜひお寄せください。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。